気学的幻覚、梶井元次郎。ある秋、フランスから来た年若いピアニストが、その国の伝統的な技巧で豊富な数の楽曲を冬にかけて演奏していったことがあった。その中にはドイツの古典的な曲目もあったが、これまで噂ばかりで稀にしか聴けなかった多くのフランス系統の作品がもたらされていた。私が聞いたのは何週間にもわたる6回の連続音楽会であったが、それはホテルのホールが会場だったので、聴衆も少なく、そのため静かなこんもりした感じの中で聞くことができた。回数を積むにつれて、私は会場にも周囲の聴衆の頭や横顔の格好にも慣れて、教室へ出るような親しさを感じた。そしてそのような精度の音楽会を好もしく思った。その終わりに近いあるアーベントのことだった。その日私はいつもにない落ち着きと頭の長命を自覚しながら会場へ入った。そして第一部の長いソナタを一小節も聞き落とすまいとしながら聞き続けていった。それが終わった時、私は自分をそのソナタの全感情の中に没入させることができたことを感じた。私はその夜床へ入ってからの不眠や不眠の中で今の幸福に倍する苦痛を受けなければならないことを予感したが、その時私の陥っていた深い感動にはそれは何の響きも与えなかった。休憩の時間が来た時、私は離れた席にいる友達に目配せをして人々の肩の間を屋外に出た。その時間、私とその友達とは音楽に何の批評をするでもなく黙り合ってタバコを吸うのだったが、いつの間にか私たちの間で決まりになってしまったおのおのの孤独ということも、その晩その時にとっては非常に似つかわしかった。そうして黙って気を沈めていると、私は自分を捉えている強い感動が一種無感動に似た気持ちを伴ってきていることを感じた。タバコを出す、口に加える、そして静かにそれをふかすのがいかにも何の変わったこともない感じなのであった。灯火を赤く反映している夜空も、その中に時々映る青いスパークも、しかしどこからか聞こえてきた軽はずみな口笛が今のソナタに何回も繰り返されるモチーフを吹いているのを聞いたとき、私の心が鋭い嫌悪に変わるのを私は見た。休憩の時間を残しながら席に帰った私は、空いた会場の中に残っている女の人の顔などをぼんやり見たりしながら、心がやっと少しずつ寛解してきたのを覚えていた。しかしやがてベルが鳴り、人々が席に帰って元のところへ元の頭が並んでしまうと、それも私にはわからなくなってしまうのだった。私の頭は何か凍ったようで、始まろうとしている次の曲目を変に重苦しく感じていた。今度は主に近代や現代の短いフランスの作品が次々に弾かれていった。演奏者の白い10本の指が、ある時は泡を噛んで進んでいく波頭のように、ある時は戯れ合っている家畜のように鍵盤に挑みかかっていた。それが時々演奏者の意志からも鳴り響いている音楽からも有利して動いているように感じられた。そうかと思うと、私の耳は不意に音楽を離れて息を凝らして聞き入っている会場の空気に触れたりした。よくあることで、初めは気にならなかったが、プログラムが終わりに近づいていくにつれて、それはだんだん顕著になってきた。明らかに今夜は変だと私は思った。私は疲れていたのだろうか。そうではなかった。心は緊張しすぎるほど緊張していた。一つの曲目が終わって皆が拍手をするとき、私は癖で大抵の場合じっとしているのだったが、この世はことに強いられたように
呆然としていた。すると、どよめきに湧き返り、またスーッと収まっていく場内の水位が、何か一つの長い音楽の中で起こることのように、私の心に移り始めた。読者は幼児、こんないたずらをしたことはないか。それは人々の喧騒の中に包まれているとき、両方の耳に指で線をして、それを開けたり閉じたりするのである。すると、ぐわっ、ぐわっという喧騒の断続とともに、人々の顔が皆無意味に見えていく。人々は誰もそんなことを知らず、またそんな中に陥っている自分に気がつかない。ちょうどそれに似た孤独感が、ついに突然の激しさで私を捉えた。それは演奏者の右手が高いピッチのピアニッシモに細かく触れている時だった。人々は一斉に息を殺して、その微妙な音に耐え入っていた。ふとその完全な窒息に目覚めた時、愕然と私はしたのだ。なんという不思議だろう、この石化は。今なら、あの白い手が、たとえあの上で殺人を演じても、誰一人叫び出そうとはしないだろう。私は、寸時前の拍手とざわめきを、あたかも夢のように思い浮かべた。それは、私の耳にも目にも、まだはっきり残っていた。あんなにざわめいていた人々が、今この静けさ。私にはそれが不思議なことに思えた。そして人々は誰一人それを疑おうともせず、ひたむきに音楽を追っている。言いようもない儚さが私の胸に染みてきた。私は果てもない孤独を思い浮かべていた。音楽界を包んでいる大きな都会。世界。箫曲は終わった。木枯らしのような音がひとしきり過ぎていった。その後はまた元の静けさの中で音楽が鳴り響いていった。もはやすべてが私には無意味だった。幾度となく人々がワッワッとなってはまたスーッとなっていたことが何を意味していたのか夢のようだった。最後の拍手とともに人々が街灯と帽子を持って席を立ち始める会の終わりを、私は病気のような赤涼感で人々の肩にごして出口の方へ動いていった。出口の近くで太い首を持った背広服の方が私の前へ立った。私はそれが音楽好きで名高い講釈だということをすぐ知った。そしてその服地の匂いが私の赤涼を打ったとき、何事だろう。その威厳に満ちた姿は、たちまち萎縮して、あえなくその場に倒れてしまった。私は、私の意志からでない、同様の反抗を何人もの心に加えることに、言いようもない憂鬱を感じながら、玄関に私を待っていた友達と一緒になるために急いだ。その夜、私は私たちが、それからいつも歩いて出ることにしていた銀座へは行かないで、一人家へ歩いて帰った。私の予感していた不眠症が幾晩も私を苦しめたことは言うまでもない。